皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画はタミヤ 33GTR の制作パート3でパート2の続きとし完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えます。3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き捨てています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨しています。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にクロセラやウィンドウモールの塗装です。まずは両ドアをパカパカしたので超音波カッターで付属のウィンドウパーツをカットしていきます。マジックでガイドを引きカット。サイドウィンドウは後ほどクリアプラ板で再現していくので、フロントとリアのウィンドウの黒セラミック部分を塗装していきます。ウィンドウ内側の黒い部分です。こちらはマスキングシートが付属していないので、マスキングテープをこまごまカットしつつ作業を進めていきます。
この部分のマスキング方法はいくつかありますが、今回は R がついた部分は後塗り方式で進めていきます。ウィンドウ角の丸みを帯びている部分を無視してマスキングしていきます。カクカクなマスキングになりますが、これで OK。 横部分の緩やかなカーブの箇所は曲面追従テープでマスク。ボディ側のウィンドウモールはマステをペタペタ貼っていき、塗装したい面を露出させるようにデザインナイフでカット。塗料はエボブラックを使用です。塗装を終えたウィンドウはマステを剥がし、カクカクになっている角部分に対しエナメルブラックで角を丸めるように筆で塗装。案外綺麗に仕上がるものなので時短するにはおすすめです。ついでにヘッドライトのインナーもセミグロスブラックで塗装しておきます。次にウィンドウとドアの取り付けです。まずは両ドア部分ですが、マステで固定しつつ切り離したドアをボディ裏面からエポキシパテを使い、真鍮線のステー部分を固定。ドアの角度などを調整しつつむにゅっと真鍮線をパテに押し付けていきます。サイドウィンドウは 0.2mm のクリアプラ板で再現です。カットした付属のウィンドウパーツをガイドにカット。何度か微調整を繰り返し、両面テープでドアに接着したらセメダインハイグレード模型用接着剤で補強。ウィンドウがしっかり取り付けられたらパート2で調整済みの内張りを接着です。最後に切り離したフロントとリアのウィンドウを取り付け完了です。そして最終仕上げの工程。まずはエンブレム類の塗装から。 GTR の R の部分のみがレッドで他がシルバーなので、レッドはアクリル塗料を使い入れておきます。その後フォーアーティストマーカーシルバーで GT と R の縁部分を塗装しました。インテークのメッシュ部分は付属のメッシュパーツだと網目が大きすぎて不自然でしたので、ジャンクパーツから目が細かいものに変更しカット。両面テープを細かくカットしメッシュ生地を貼り付けていきました。その後セメダインハイグレード模型用接着剤で補強し固定。続いて説明書通りにライトリフレクターやウインカーを取り付けシャシーとボディを合体です。次にウィングに内蔵されているハイマウントランプの塗装ですが、下地にエナメルシルバーでアクリルのクリアレッドを重ねます。リアのコンビネーションランプ部分も同じ塗料原理で下地にエナメルシルバーでアクリルのクリアオレンジを重ねます。サイドマーカーも手順は同じ。 3D で制作した大型マフラーはシルバーを塗装しておいたものに対しクリアブルーでチタン表現を、細かい部分を細々と進めリアルの積み重ねをしていきます。塗料が乾いたらシャシーへ接着。完成まであと少しです。ホイールを取り付けたらフロントではライトカバーに車名プレート、ワイパーを取り付け、リアではテールにコンビランプ、車名プレートにウィングを取り付けです。サイドではサイドミラーとキーシリンダーには配給パーツのマイナスモールドを取り付け、最後にモデリングワックスで磨き上げ完成です。決まった、決まりましたよ。タミヤの 33GTR、 めちゃくちゃかっこいいですね。そういえばこのキットは今まで作ったことがないかもしれません。というのも33の GTR に対してどことなく偏見を持っていたからです。32や34の存在が大きすぎてどうにも今まで好きになれなかった部分がありました。キットの箱を開けた時もなぜかワクワクすることもなく、どうしたらかっこいい33に仕上がるか追い求めた結果、
僕の中ではリアのバランスを良くすること、このことがこの車を輝かせるポイントだと思いました。ノーマルのままですとなんだか重ったるいリア周り、これにスタイリッシュなリップを取り付けたらどうなるか、これがこのキットを組み立てる出発点でした。 3D ではボディ形状のような複雑な造形物を避けていたこともあり、できるか心配でしたが、なんとか造形できたことは自身の中で大きな一歩になりました。このリアのリップとともに車高も低めに調整し、さらにスタイリッシュな円形ホイールを履かせフィニッシュ。これぞ僕の中での理想の 33R。 完成後にインテリアも楽しみたかったので、ドアも開閉加工し大満足な1台となりました。キットはタミヤ製で今でも手に入るスタメンキット、とても作りやすくディティールも言うことなし。ぜひ皆さんも自分だけの1台を作ってみてください。ということで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。